ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回はね、新登場しました AirTag ですね。こちら Apple の AirTag が、じゃあどういったものなのか、だったりですね、買うべきなのかどうか、注意点もね、ございますね。そこも含めてお話ししたいと思います。なんで今回本当初めて AirTag ってものをね、聞きましたっていう方でもちょっとわかりやすくね、説明しながらですね、セキュリティ面とか、大丈夫なんですかとか、ちょっと悪用されないのとか、結構聞かれたりもするので、そういったところまでちょっと解説しようと思いますので、AirTag ね、もともと知ってたよ、みたいな方とか、全然知らないっていう方もね、楽しめる内容になっておりますので、最後までご覧いただければと思います。で、こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またいつもね、ご覧になってくれてる方の、10% ほどしかね、まだまだ登録、されてないということなので、いつも見てるんだけど、まだ登録してなかった、チャンネル登録してなかったって方はですね、ぜひ登録していただけると嬉しいです。あと、一番右の通知ベルもね、オンにしていただくとですね、最新情報届きますので、こちらはまだまだね、登録者の、9%、10% ほどなので、ぜひね、通知オンにしていただいてですね、最新情報をね、どんどん受け取っていただければと思います。はい。あと、Twitter も日々ね、こちらタイムリーにね、更新しておりますので、フォローもね、お願いいたします。ということでね、まず AirTag っていうのは、どういったことができて、何ができるのかっていうところですね。これ一言で言うと、見つける天才というね、風にサイトでは書かれておりますと。いわゆる落とし物タグってね、呼ばれるものなんですね。はい。例えばいろんなものにね、一緒につけておくことで、どこにあるのかリアルタイムに、例えば iPhone とかで、場所を把握できるということなんですよね。はい。例えば、じゃあ鍵とかでしたりですね。財布とかでもいいですし、例えばバッグとかね、カバンとか、スーツケースとか、何でもいいんですけど、よくあるのが、出かけようとしてね、鍵どこ置いたっけみたいなとか、財布、ちょっとどこ置いたかなみたいなってことね、ないですか？僕もね、よくiPhone とかね、どっか置いちゃって、どこやったかなみたいな。大体Apple Watch で最近はね、音を鳴らして、探したりもするので、それよく使ってたりするんですけども、そしたらソファーの間に挟まってるみたいなことを、僕は毎日のようにしてるんですけども、はい。そういったことがですね、大体500円の500円サイズぐらいのものなんですが、AirTag って、そういったもので可能になるということですね。で、まずはちょっと AirTag のじゃあデザインとかね、仕様、これ正式に出てきましたので見ていきたいと思います。はい。で、まずはApple 製品らしいんで、ちょっと表面がステンレスで光ってて、で、背面はね、ちょっと白いクリーンなね、プラスチック素材になってるんですけども、あと無料で、刻印とかも、できますね。絵文字、例えば入れたりとか、文字もね、だいたい3かな ?3 文字か4文字ぐらいまで、ではあるんですけども、好きな、で、絵文字とかね、文字とか、刻印をね、無料ですることができると。一応サイズがですね、直径でだいたい3センチぐらい、なので、さっき言ったように、だいたい500円玉のちょっと一回りぐらい、大きいサイズ。そういったサイズ感ですね。で、厚さが、8ミリっていう感じなので、500円玉でいう、4枚分ぐらいの厚さなんですけども、ちょっと傾斜がね、ある、デザインなので、厚さはね、そこまでね、感じないっていうね、感じないようですね。はい。ただ、重さは一応、11グラムっていう感じで、軽いので、ちょうどね、これ調べてみたら、モノってね、消しゴムこれよく見たこと、よく文房具屋さんとかで置いてあると思うんですけども、これちょうど 11g なんですよね。なんでこういった小さい消しゴムぐらいの、重さだと思ってもらえれば分かりやすいかなと。はい。で、仕様としてはですね、一応防水とか、耐水、厳密に言えば耐水なんですけども、IPX かね、IP67 っていう耐水防塵仕様になってますので、大体なんで最大で水深1メートルに、最大30分ぐらいね、水の中に置かれても、大丈夫っていう感じなので、十分なその防水性能とかは、あるかなっていうところですね。で一応、あとバッテリーとかに関しては、コイン型の電池ですね。電池式になってるので、充電とか特にする、必要はなくですね、1年以上持つっていう形になってます。電池が切れそうになったらですね、iPhone に通知が行くっていう仕様になっておりまして、これまた、自分でね、簡単に一応交換できる、ものになってます。なので、例えばじゃあ、いちいちその Apple Store とかに、行く必要はないっていうのね、嬉しいかなっていうところ。ここはちょっと他のね、落とし物タグとかと違いますね。で、あとはですね、スピーカー内蔵なので、音を鳴らしたりとか、あと加速度センサーとか、入ってたりするんですけども、で、さっき言ったその他の落とし物タグ、例えばじゃあ、タイルとかですね、モリオさんとか、いろいろ、もう出てるものいろいろあるんですけども、それだとやっぱ大きく違うのが、UWB っていう、超広域帯チップっていうものに対応
しておりますと。はい。まあこれね、何がじゃあすごいのかっていうところを言うとですね、まあかなり位置を正確にこう突き止めることが、できるんですよね。まあ数センチ単位とかで分かったりするものなんですよね。まあやっぱりその GPS とか、まあ Bluetooth とかでまあ基本的には探すんですけども、まあただ場所によってはね、やっぱどうしても届かないとかあったりしますので、まあこの UWB っていうものを、活用してですね、プレシジションファインディングっていう機能ですね。まあなんで正確なこう場所を見つけるっていうね、機能がございまして、まあこれ使えば、まあ iPhone 上に、例えばじゃあ5メートル先の、もうなんか右側にありますとか、エアタグまでの要するに距離っていうのを正確にこう表示してくれるんですね。で、例えば振動とかちょっと送ったりして、近づいたらこうなんか震えが強くなるとか、なんかそういったものらしいんですけど、で、エアタグの要するに位置までこうね、導いてくれると。導いてくれるんですよ。はい。これなかなかすごいですね。はい。まあ僕も結構ね、財布とかを今まで人生で5回以上はね、多分なくしてますんで、すぐどっか行っちゃうんですよね。こう入れとこうかなって感じですけど、はい。ただこの正確な場所を見つけるってね、プレシディションファインディングの機能については iPhone 11以降でないと、使えないっていう感じですね。一応まあ U1 チップってものが入ってない、入っている iPhone じゃないと使えないと。iPhone 例えば11 Pro とか、あと Pro Max とか、まあなんで iPhone 12とかは、使えますね。まあここはなんで一応注意点だと。あとまあ一応 iOS に関しても、OS も14.5 以上でないと、まあ最新のものですね。じゃないと使えないので、まあアップデートはしないといけないかなっていうところはありますね。まあただ一応古い iPhone とかでも、まあ音を鳴らしたりとかはもちろんできるので、まあ、例えば AirTag と連携して、まあ、探すアプリっていうのがね、あるんですけども、まあ、そこでじゃあ位置が、まあ、どこら辺にあるのかなとか、まあ、そういった確認とかはもちろんできますので、まあ、それはご安心くださいと。僕の場合は結構、まあ、AirPods とかね、AirPods Pro とか使ってるんですけど、なくした時にね、なんとかこの探す機能っていうのを助けられてますね。はい。まあ、正直場所がこう分かるだけでも、なんか心のその安心感というか、そういったもの違うじゃないですか。まあ、特に財布がなくした時とかね、まあ、そわそわから結構まあ解放されたりするので、どこにあんだろう、どこにあれみたいなね、思ったところになかったりするじゃないですか。はい。まあ、なんで結構まあこういったね、まあ僕みたいな方には非常におすすめかと思いますね。で、気になるですね、セキュリティ面。安全性大丈夫なのかっていうところなんですけども、まあ今までの説明で、例えば AirTag のその便利さっていうのはね、非常に分かっていただけたと思うんですけども、これってじゃあ使い方によっては、ストーカーね、追跡できたりとか、これ使えちゃうんじゃないって思った方、いないですかね。まあ僕特にそういった悪知恵がまあすぐ思いついちゃうね、タイプなんですが、はい。まあ実はね、これよく非常に考えられててですね、まあ AirTag ちょっと面白いのは、これ物はね、探せるんですけども、人は探せないんですよ。まあどういったことっていう、どういうね、仕組みなのかっていう、ちょっとね、これから解説したいと思います。はい。まあ例えばじゃあ僕が持ってる AirTag をです。じゃあ、まあ例えばね、そこら辺のまあ可愛い女の子カバンの中に、まあ知らない、気づかない間に入れたとするじゃないですか。まあそしたら位置情報を取れちゃうじゃないかって思うと思うんですけども、はい。まあこれがね、まあできないという仕組みになってまして、まあこの場合どうなるかっていうと、まあ例えば僕のその AirTag ですね。例えば僕が持ってるものは自分のiPhone ですね。とペアリングですね。まあ Bluetooth とかで、まあ登録、まあペアリングでつながれてるんですけども、まあ登録されてるんですけど、まあ自分の iPhone から例えば、じゃあ AirTag が、まあ動いていたりですね、まあ距離が、まあ離れてたり、一定時間ね、やっぱ離れてたりすると、音が鳴るっていう、仕組みになってます。まあ、なので、まあ、自分がじゃあすごいね、離れた、かつ、まあ、結構、まあ、長時間とかなったりすると、まあ、仮にじゃあその女の子のカバンの中にエアタグが入ったとすると、音がやっぱ鳴るんですよ。まあ、なんで気づくっていうね、なんか知らないものが入ってるみたいな。っていうパターンがまず1個目ですね。ってなると、まあ逆にちょっと悪知恵ね、ある方だと思いつくのが、じゃあ iPhone とエアタグ一緒に入れとけばいいじゃんみたいな。バレないじゃんっていうね、こともあるかもしれないんですけども、まあ仮にこれをやったとしても多分バレる仕組みになってますと。はい。まあ例えば、じゃあ女の子が iPhone を持ってたとしましょう。まあ持ってた場合はですね、その iPhone に、まず通知が行くっていう仕組みになってますと。はい。これどういうことかっていうと、さっき言ったように、僕の入れた AirTag っていうのは自分の iPhone とペアリングされてるんですね。まあ、なんで、まあ女の子の iPhone からすると、自分の、じゃあ女の子の iPhone とペアリングされてない、AirTag ですね。まあそういったものが近くにあるって、まあ認識するんですよね。iPhone が。その登録された AirTag が近くにありますっていう通知が行くので、まあそれでまたこう探されてバレると。まあこれ来たらね、正直ちょっと怖いですけどね。やべえ、狙われてるみたいな。ちょっとミッションインポッシブル的な感じですけども、はい。じゃあ別にじゃあ iPhone ユーザーじゃないとどうなるのかっていうところだと、まあ Android ユーザーであっても、まあ近くにやっぱりその AirTag のやっぱ近くにですね、やっぱ iPhone がないと、まあ長時間とか、経つとですね、アラートとかやっぱ音が鳴るっていう仕組みに、なっておりますので、やっぱそこでも、まあセキュリティ面的にも大丈夫だと。
いうことですね。はい。じゃあ逆にその自分でね、ちょっと使うときに離れたら、じゃあなっちゃうんじゃないかみたいな。心配っていうね、こともあるかもしれないんですが、これもおそらく大丈夫で、やっぱり長時間、さっきみたいに、どれぐらいの時間かっていうのはちょっとわかんないんですけども、長時間離れてる場合とかだったり、あとエアタグが基本的にその移動してない時っていうのは、ならない仕組みになってますね。例えばなんでエアタグを、家に置いといて iPhone を外に持っていくとするじゃないですか。そういった時はならないんです。どうしてかというとエアタグは動いてないからですね。なので、離れたらじゃあすぐじゃあエアタグなるのかっていう、そういうわけでもないと。まとめると、なんで、例えばじゃあお子さんにじゃあつけて位置情報を知るとか、例えばじゃあ彼女とか彼氏とかね、夫とか奥さんとかにつけて、じゃあエアタグつけてね、じゃあ位置を知るようなことっていうのは、できないですね。なので人とか、例えばワンちゃんとか、動物とか、動くものに関しては使えないっていう仕様になってますと。はい。なんで物しか使えないっていうのはそういうことですね。どうしてかというと自分の iPhone から離れて、かつ動いてるとやっぱ音が鳴るんで、ずっと音が鳴ってる感じになるんでね。そういう認識でいいかと思います。で、AirTag のね、じゃあこの使い方なんですけども、設定方法とかがですね、これめちゃめちゃ非常に簡単で、AirPods とかとね、これ一緒ですね。で、iPhone にこう近づけると、画面にね、接続しますかみたいな表示されるので、それでもう接続完了と。はい、もう以上です。で、あとはさっき言ったように、なくしたら例えば探すアプリで、GPS とか、Bluetooth とか経由で見つけたりできると。はい、で、例えばじゃあなくした時っていうのは、紛失モードっていうものにすればですね、なくしたものが、例えばなくした、AirTag ですね。AirTag が、iPhone ユーザーの人とかが、例えば近くにいれば、そこから経由で、場所の通知がね、届くようになったりとか、見つかりました。ここら辺にね、検出されましたとか。逆に見つけたら、AirTag にその iPhone かざせばですね、自分が落ちているなんかAirTag見つけたりしたら、逆に、こっちからかざしてあげれば、例えば連絡先を出すように設定するとか、そういったこともできますね。だからしかもね、Android もNFC ですね、対応していれば、AirTag の読み取り自体はできるみたいですね。これはなかなかいいかなっていうところで、はい。で、やっぱこの AirTag の一番のその強みというか凄さっていうのは Apple のやっぱ10億台以上、世界中に一応今10億台以上のなんかね、Apple のそのデバイスというか iPhone とかスマホとかね、出回ってるみたいなんですけど、そこのネットワークっていうところなんですよ。これどうしてかっていうと、その落とし物タグっていうのは基本的には、落とし物タグを使ってる人が多ければ多いほど、ですね、見つけやすくなるっていう仕組みになってます。例えばじゃあ自分が落としたものの近くを他の人の、iPhone が、じゃあ通ったりとか、近くにあれば、その場所を把握するんですよ。そこからそこ経由で、通知がくれるっていう、仕組みなんですけども、もちろん、じゃあその情報は、セキュリティ面で気になるのが、じゃあその人に知られるのかっていうと、そういったことは、全然なくてですね、そういった情報っていうのを探してる、自分にしかまず見れないものになってますし、Bluetooth の信号とかも、暗号化とか、識別子とか言われるんですけども、そういったものを毎回なんかね、もうすごい頻度で書き換わるんで、で、情報自体も、例えば AirTag の中に一切入ってたりしないので、Apple 自体もそれを知ることができないと。自分にしかわかんないと。なんで個人情報を守りながら、こういったネットワークを活かしながら、ね、探せるんですよ。はい。これがね、やっぱ AirTag がめちゃめちゃ強いんじゃないかっていうところなんですよね。なんで、この世界中のね、10億台、持ってる人って一気に探せるみたいな感じですよね。これはなかなか AirTag ね、買いなんじゃないかなっていう、思う点ですね。今回一応発表会で、あと他に紹介された製品とかですね、こちらの別の動画でお話ししてますので、ご覧いただければと思うんですが、やっぱ AirTag、安くてですね、価格については後で話しますけど、一番ね、いや、意外とこれ狙い目なんじゃないかなと思っております。特に僕みたいなものをね、よくなくす方にはね、これぜひおすすめですね。はい。で、気になるちょっと価格の前にですね、アクセサリー類のね、ちょっとお話とかしたいと思います。一応、Apple さんがこれうまいのはですね、AirTag をね、やっぱカバンとかつけれるようにアクセサリーですね、キーホルダーみたいなものをね、販売してるんですよ。純正のものだと、レザーキーリングとか、レザーループとか、だいたい4000から5000くらいで売られてますね。本体よりも高いっていうのが面白いところなんですけども、で、一応本体が税込みで3800円ですね。で、エルメスモデルが、ってものが出てて、これがさらにすごいことになってまして、大体ね、これケースのアクセサリーなのに3万から5万円ぐらいするんですよ。はい。もうアップルウォッチよりも高いというか、アップルウォッチ買えそうなぐらいの値段なんですけど、あと一応すでにね、Amazon とか見てみたんですけども、AirTag のね、キーリングとかはね、
純正品以外、サードパーティー製ですね。全然 Apple 純正以外のものも結構出てたりしましたので、一応概要欄にね、リンク貼ってますので、気になる方はね、ちょっとご覧いただければと思いますが、やっぱ1000円前後とかで結構良さそうなのね、いっぱいあるんで、はい。やっぱ安く抑えたいなって方は、コスパいいのはね、この概要欄の方からちょっと Amazon ね、覗いてみて、確認してみてください。いくつかちょっとおすすめのものも載せておきますね。はい。で、最後は、さっき言った AirTag の価格と、発売日についてなんですけども、さっき言ったように AirTag は1つでですね、税込み3800円。1個で3800円ですね。で、もう1個は4個セットで税込みが12800円。なってます。はい。なんで普通に例えば4個買うよりも、2400円お得に、買えるって形ですね。はい。で、予約に関しては、4月23日の午後9時ですね。夜の、21時に開始。で、4月30日の1週間後の4月30日の金曜日に発売感じですね。はい。一応僕もね、純正キーホルダーっていうのかな、キーリングとか、一緒にね、ちょっと買ってレビューしたいと思いますので、もちろんちょっと実際に使ってみてね、本当にじゃあ便利なのかとか、セキュリティ的に大丈夫なのかとか、そういったレビューもしますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい。見逃さないようにね。ということで、こちらの動画、少しでもね、役に立ったと思った方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントもね、こういった時どうなんですかとかお待ちしております。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。